たいお花からの癒しをいつでもどこでもどなたでも。ミリカのフラワーセラピーヒーリングガイド。フラワーセラピーガイドへようこそです。フラワーセラピーに実際のお花がお手元になくてもできるってご存知でしたか？例えば、あなたがとても気に入っているお花の写真や、今は SNS の動画でも生き生きしたお花の姿を見ることができます。現代においては、写真や動画、メッセージカードでも十分にお花のエネルギーやメッセージを感じているからこそ活用されているのです。お花の癒しは見る以外に、実際に香りを嗅いだり、優しく触れることで、お花のエネルギーやメッセージをたくさん受け取れます。あなたが望む方法で、お花からの癒しを受け取りましょう。なぜ人はお花に癒されるのでしょうか？不思議に思いませんか？エジプト文明に遡りますと、ファラオのお墓からヒナゲシ、ヤグルマギク、ヒエンソウ、ヤナギランなどのたくさんのお花が発見されました。ファラオの墓の壁画には、白い睡蓮とパピルスの花園も見つかっています。太陽神ラーの象徴だった白い睡蓮は、神に捧げられた神聖で特別なお花でした。1960年にイラクのサニダール洞窟でネアンデルダール人の遺体のそばからまとまった量の花粉が発見されました。洞窟の中では花は咲きません。もし風で吹き寄せられたなら花粉は散在しているはずです。このことからもしかしたら6万年前の人類が死者に花を手向けたり花をめでる心を持っていたのではないかという説があります。日本でも1万1000年前の縄文時代からお墓にお花が添えられていたのではと考えられています。長野県の野尻湖の縄文時代初期の遺跡の墓穴から土地の貴族やカエデ族の花粉が集中的に発見されたり、北海道名寄市と日高市町門別町の縄文時代中頃の遺跡の墓穴からは、キク科植物の花粉が多量に見られたとのことです。このことから日本でも縄文時代にはお花との関わりがあり、癒されたりめでたり、儀式に使われていたかもしれませんし、愛する人へプレゼントしていたりしたかもしれません。人間の魂にはもともとお花に惹かれ、エネルギーで強く優しく影響し合えるという情報が刻まれているのではないでしょうか。そして古代から人々がお花とも深く関わり、体にもその先人たちの記憶が受け継がれているのではないかと私は考えます。病院に入院されている方にお花を持ってお見舞いに行きますよね。お花に宿るエネルギー、妖精や精霊とも言われますが、そういった何かが怪我や病気になった人を癒し、回復を共に願いエネルギーをくれるからなのではないでしょうか。それではこれよりフラワーセラピーヒーリングの方法を紹介してまいります。1、お花とあなたとのフィーリング。私がフラワーセラピーにとても大切だと思っていることがあります。それはフィーリング。そのお花と私の間にエネルギーがつながる感覚です。お花にはそれぞれ大きさの違いがありますが、例えば大きなお花は陽のエネルギー、小さなお花は陰のエネルギーがあるとされていたり、色や形もそれぞれで、そのお花それぞれが持つエネルギーがあります。そういった作用を本で調べたり、詳しい人の教えを活用することは確かだと思います。ですが、あなたが道で出会ったお花にとても心惹かれたり、強く癒されたりしたのなら、そのお花とあなたにエネルギーのつながりがあった。つまり、セラピーやヒーリングが行われていたということです。お花はあなたとのフィーリングに応じて、あなたをただただ癒してくれます。あなたは魂と体で感覚としてそれを受け取り、愛をもらえたのです。2、お花への感謝の気持ちは、あなたをもっと輝きに導きます。お花を購入したり、あるいは摘んで持ち帰ることもあるかと思います。そのお花たちは懸命に、あなたの元で癒し、エネルギーをあなたへ送り続けます。そして時が経てば、しおれて枯れてしまいます。あなたはそのお花たちに、ありがとうの気持ちを持ち、伝わるように最後まで優しくしてあげてください。お花たちのエネルギーが再び地球の大地に
無事に帰れますように。3、お花との対話、ビジュアライゼーション。実際のお花を迎えることができたり、道やカードや映像などで心が振動するお花と出会えたら、そのお花と会話をしましょう。会話をしながら、あなたの視界のスクリーンに、精霊化したお花のエネルギーやエネルギー体が形を成したビジョンを、心の瞳で見てください。お花との対話は、声に出しても、心の中でしても良いので、あなたが素直に思うことを伝えて、お花からの答えに、あなたの感覚を開いて、お花の優しい愛がたくさん込められたメッセージをどうか受け取ってください。4、お花のエネルギーを写真やカードや映像に分けてもらう。例えばあなたがお育てになったお花、外出先で出会えたお花などを写真や映像などで写して、大切な人へプレゼントをなさってみてはいかがでしょうか。お花は実際に手元になければいけないわけではありません。お花を摘まなくてもエネルギーは十分に届けてもらえます。あなたが心を込めて大切な人を思い浮かべます。お花にも大切な人が元気になるために力を貸してくださいとお願いしてから撮影してみてください。あなたの強く純粋な思いとお花の優しく強いエネルギーが込められた写真や映像はきっとお相手様に届いて癒し、活力をも与えてくれることでしょう。5、大切なポイントと注意点。他にもお花の香りのヒーリング、アロマテラピーやフラワーブリージングといった方法、お花から抽出したエッセンスやお茶など体に取り込む方法もあります。専門のお店へ行かれまして、ショップのスタッフさんにお聞きになられまして、安全なものを紹介していただいてください。植物には触れるとかぶれたりするツタウルシやアレルギー反応を起こすものもあります。よく知らないお花は、はじめは触れずに、まずは眺めて、エネルギーをつなげてください。そして公共のルールにおいて、摘んではいけないお花もあります。絶滅危惧種のお花、レッドリストに載っている植物は、摘んではいけません。公園や道端、自然保護区など勝手にタオルと公共物破壊となりますので、許可されている場所と確認してからにしましょう。摘んでも良い場所で絶滅危惧種でもなく、触れても大丈夫なお花として、摘む時には、お花も生きていますのでエネルギーを分けていただくことを心から感謝しながら摘みましょう。持ち帰りました後は、水を張った容器の中で、改めて清潔なハサミで、斜めに茎を切り、水面より下の葉も取り除き、花瓶や花器に入れてください。お水は毎日、取り替えましょう。お花にできるだけしおれないように、お水にティースプーン2杯のお砂糖を肥料に、ティースプーン1杯のお酢を細菌繁殖防止に入れると良いそうです。お花や植物も、あなたも同じ、この地球で生きている、自然の命です。敬意を持ち、感謝するエネルギーが、宇宙、この世界全体とあなたをつなげるのです。お花や自然を大切に思うのは、あなたがあなたを大切に思うことなのです。なんとなく気になるお花や、強く惹かれたお花があったら、お時間がある時にインターネットで検索してみるのも良いですね。あ、自分はこういう状態だったから、このお花に惹かれたんだとわかります。一般的にフラワーセラピーは、気に入ったお花をフラワーアレンジメントをなさって、その選んだお花の順番や、色の分量や配置位置などで、その人の現在の状態を分析して、癒しや元気になる過程で活用するといったことが挙げられます。もちろんこの方法は、熱心に研究なされている先生が執り行われることなので、信頼もあり確実性も高いと思われる素晴らしいセラピーですね。なのですが、そういった方法ではない、どなたでもできるお花のセラピーヒーリングを紹介いたしたく、こちらの動画を作成しました。私はヒーリングをどなたにでもできるようにと考えています。お金をかけたり、体に無理をさせたりしない、時間にもゆったり、余裕を持たせられたり、心が温かくなり、自分を整え穏やかにする方法をお勧めしたく、この動画に思いを込めました。いかがでしたでしょうか？この動画をご覧くださいましたあなた様へぜひ今、あなたの心や体にお花からのメッセージを受け取るきっかけとなれたら幸いです。ミリカのフラワーセラピーヒーリングガイド。ご視聴ありがとうございました。自分を愛しましょう。あなたはあなたへ優しさを、そしてあなたの優しさの光をこの宇宙世界へ放ちましょう。 'Cause you're as beautiful as her